いつでも冷静で淡々としている民事のエピソードまとめ。ドライだからこそ優しいギャップに燃えてしまう。K-POP 第4世代を代表するグループの一つ、ニュージーンズの民事はメンバー内でも最年長であり、その冷静で真面目な性格の持ち主。前回ニュージーンズの MBTI をご紹介しましたが、民事の MBTI 診断結果は ESTJ でした。ESTJ はどんな時も冷静で責任感が強く、ルールを大切にするといった特徴があります。またその真面目で誠実な性格からリーダーにも向いていると言われており、民事は根っからのリーダー気質なようですね。クールでドライでありながら優しい一面やたまに見せる無邪気な表情でファンを虜にするニュージーンズのリーダー。今回は民事の性格がよくわかるようなエピソードをまとめていきたいと思います。ファンからの夢にあふれた質問に対して現実的な回答ですっぱりとさばいちゃう民事が面白かったシーンをご紹介。アイドルと交流するチャンスのある生配信。自分のコメントを推しの目に入ってくれないかと、なんなら読み上げてくれはしないものかと期待しちゃいますよね。民事には生配信の際によくファンからされる質問があるといい、それは10秒間だけ彼女になってくれませんかというもの。わからんでもない。一瞬でもいいから推しと付き合いたいと思うのは至極当然の心理。しかしこのオタクの至極当然の心理を民事は全く理解できないそうで、この質問に対して民事は、10秒間で私と何がしたいの？私が OK って言って10秒数えたら終わりでしょ。民事めちゃくちゃ現実的。嫌そうなんだけどね。それでもいいんだよ。10秒でも明日からの辛い現実もどうでもよくなっちゃうくらい幸せになれるのよ。まあ安心してください。しかし民事は拒否しているのではなく、10秒間という短い時間で何をしたいのかが素朴に気になっているだけ。民事はすごく短い関係でしょ。だから何をしたいのか教えてくれたら考えるよ。検討してくれるって、やったー。冗談半分とも取れるこの質問を一周することなく、現実的な対応をしているところが真面目な ESTJ っぽいですね。民事惚れてまうやろう TT。俺は民事の彼氏になりたいんだけど OK ですかね。冷静沈着すぎる民事大好き。民事ちゃんの雰囲気好きすぎる。10秒間だけでも民事と付き合えるなら何がしたいか真剣に考えてみたいと思います。冷静沈着な民事はアンチにも屈さずメンバーを守ります。民事がヘインと一緒に生配信をしていた時、アンチコメントに対する民事の対応がすごいと話題になりました。配信中に流れてきたアンチコメントを発見したヘインは、これなんですか？ひどいよ、とかなりショックを受けたよ。民事もそのコメントを確認すると、即座にその配信画面をスクリーンショットで保存。その後、その人の ID 覚えましたか？と聞かれると民事は、キャプチャしたよ、とヘインを安心させるリーダー。ヘインは、さっき衝撃的なコメントを見ましたがキャプチャしました。待っていてくださいね、とアンチコメントをしてきた相手に対して忠告しました。自分や他のメンバーを守るために起点を聞かせてすぐに行動した民事。頼りになりすぎる。民事ちゃんスクショ撮るのも嫌だったろうに冷静ですごい。アンチビックビクやろな。民事の対応完璧だよ。ニュージーンズはメンバー同士が思い合ってて素晴らしいですね。アンチに見える形で対応すると抑制につながるからこのやり方めっちゃいいね。アンチコメントもやばいけど民事の可愛さの方がやばいやろ。ちなみに姉妹グループルセラフィムのリーダーチェウォンも生配信中に飛んできた失礼なコメントに対して撃退しつつ笑いも取るという鮮やかすぎる対応を見せました。さて民事がしっかり者のイメージはじわじわ伝わっているかと思いますが、真面目ゆえにお茶目な失敗をしてしまったエピソードを語ったシーンがこちら。昨年7月に俳優の YouTube 番組「IU のパレット」にゲスト出演した時のこと。冬の寒い時期にロングダウンを着てコンビニに立ち寄った民事。帽子をかぶってマスクで顔も隠れていたためほとんど指しか見えない格好だったそう。民事は目当ての商品があるか聞くために店員さんに声をかけたといいます。すると帰り際にその店員さんに呼び止められ、私はバニーズですと告白してくれたそうです。当時はまだニュージーンズはデビュー半年ほどで顔もよく見えない状況で自分に気づいたことに驚いた民事は焦ったのか返した言葉が、私はニュージーンズです、ありがとうございます、頑張りますとか返ってくるのかなと思いきや、推しから所属グループ名を名乗られたバニーズはどんな気持ちだったのでしょうか。おうってなったのかな。バニーズです、ニュージーンズですってお互い自己紹介してて好き。騒ぐのではなく去り際にユのファンとしてモラルある感じして好き。民事もオタクもピュアで可愛すぎる。続いて民事とハニが生配信をしていた際の一幕から。
いつもクールビューティーなミンジが感情的になってファンとハニに激おこ。配信中にミンジがご飯食べたと聞くとハニは食べてない。するとミンジは少し怒ったような声でなんでとハニを問い詰めます。ハニはお腹が空いてないからと説明するも、それを聞いたミンジはさらにヒートアップし、視聴者に向かってほらハニは夕飯を食べないの、バニーズも何か言ってあげてと訴えかけます。どうやらハニの体調を心配して怒っているようです。優しいな。ハニがお腹が空いてないだけだからとヘラヘラしていると、ミンジは机を拳で叩いて怒りをあらわにしました。その後ファンからのヘアスタイルに関するコメントを読んで、ありがとう、自分で三つ編みにしたのと話題を変えようとするハニに対して、ヘアスタイルのことじゃなくてとまだ許していない様子のミンジ。ご飯を食べないことを心配する姿がお母さんみたい。ミンジって小さい頃憧れてた近所の綺麗なお姉さん感ある。近所に絶対いないけど美の極みミンジと可愛い全振りはニカムのコンビ良すぎる。 INFP と ESTJ のマリアージュ。ここの2人 MBTI が真反対という。いつでも冷静でニュージーンズのリーダー的存在のミンジなので、優しくされるとひとたまりもありません。ミンジの優しさが伝わるエピソードとして、ボーイズプラネットの参加者からサインを求められた時の対応が女神。ミンジの高校時代の同級生であるクム・ジュンヒョンはオーディション番組ボーイズプラネットに参加した際のインタビューでミンジについて語りました。ジュンヒョンはスマホの充電が切れそうになり、グループ LINE でモバイルバッテリーを誰かに貸してほしいと頼んだそう。そこでいち早く連絡に気づいたミンジはジュンヒョンの元まで駆けつけてモバイルバッテリーを貸してくれたといいます。さらにジュンヒョンと一緒にボーイズプラネットに参加した練習生からミンジのサインが欲しいとお願いされたことがあったといい、その際もミンジは快くサインを書いてあげたそうです。普段ドライで冷静なイメージのあるミンジだからこそ、優しい一面を見せられるとドキッとしてしまいます。ミンジとジュンヒョンが友達なのめっちゃいい TT。 ミンジにモバイル借りたことあるジュンヒョンなん、この世界半にも行くしかない。ジュンヒョンつながりでミンジにサイン求めた練習生誰だよ。今回はミンジのちょっとドライな性格が伝わるエピソードをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。どんな時でも冷静沈着で落ち着いているミンジですが、何事にも真剣なところがめちゃくちゃ押せます。アンチコメントからメンバーを守ったり、体調の心配をしたりするところもリーダーとして頼りになるミンジ。これからもたくましくニュージーンズを支えてほしいですね。でもたまには肩の荷を下ろしてミンジがミンジらしく輝き続けてほしいです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。